穏やかに晴れた11月の青空。雲一つない快晴に恵まれていた。こんな日はきっと誰もが穏やかな気持ちになるだろう。それなのに俺は浮かない顔で最愛の人との別れを惜しんでいた。火葬場に昇る白い煙。焼けた匂いに囲まれ、周りでは涙を流しながらおえつを漏らす仲間たち。今でも個人がそっと起きてきてにっこり笑ってくれそうな気がする。こんな気持ちをすぐには受け止められない。呆然と立ち尽くしたまま俺は目を閉じて記憶の中で宗一さんの姿を探していた。ほら竜兵、そんな適当な仕事はするな。もっとお客様のことを考えろ。俺の職場は町の小さな部品工場。社長の横山宗一は昔ながらの熱い男だった。幼少期、俺の家は両親が離婚。母は他に男を作って家から出て行った。残された俺はどうしようもない父親と二人暮らし。毎日酒を溺れるほど飲んでは借金を重ねていた。借金取りの恫喝に怯えながら存在を消すかのように過ごしたアパート。息をすることすら気を使う生活が苦しくてつらかった。やがて中学生になる頃、俺は自分の家庭が普通じゃないことに気づき、あまり帰らなくなった。友達の家を転々としたり、外で一晩明かすこともあった。悪いことだってたくさんした。気づけば町で一番大きいと言われる不良のグループに入っていたし、自分の命がどうなろうとどうでもよかった。自暴自棄に過ごした少年時代。中学校も数えるほどしか出席したことがない。卒業式で泣いているやつを見ると心底ヘドが出そうだった。家でも学校でも俺の居場所がない。心が救われるのは真夜中に一人空を見上げている時だけ。街が眠っているあの静けさにたくさんの星が瞬く黒い空。すべてを飲み込んでしまいそうなのに、あの黒いキャンバスの上では小さな輝く星が無数に存在することが不思議で羨ましかった。そんなすさんだ俺をたまたま出会った宗一さんは拒まなかった。公園で何もせずに座っている俺にそっとそばに寄ってきて声をかけてくる。それが何度も続き、俺の話をたくさん聞いてくれる宗一さんに次第に心を開き始めた。俺の知っている大人は常に現状を頭ごなしに叱りつけ、普通という名の型にはめたがる。あぶれるやつは全員欠陥品扱い。余計に反発心を煽るだけだった。宗一さんは俺の話を否定することなく静かに話を聞いてうなずいてくれた。それがとても心地よくて信用できた。宗一さんは自分のこともたくさん話してくれた。俺のような社会のはみ出し物を見ると放ってはおけない人だった。行き場のない子供や若者を自分の会社で雇い、帰るところがない子供たちは家に住まわせる。そうして面倒を見ながら居場所を作ってやっていた。俺もそのうちの一人。高校にも行かずにブラブラしていた俺を引き取り、家族として迎え入れてくれたのだった。初めのうちは毎日のように叱られた。仕事をすることすら初めてだったし、集団行動もしたことがない。慣れない環境に何度も腐りそうになった。それでもそこから逃げ出さなかったのは宗一さんのおかげだ。何度反抗しても諦めずに向き合ってくれた。警察に補導されることも何度かあったけれど、その度に頭を下げて迎えに来てくれる。本当の父親は俺が家に帰らなくても何も言わない。それどころか家にいるのかいないのかすら把握していなかっただろう。宗一さんの家に帰れば奥さんのすみれさんが温かいご飯を作ってくれている。
その優しい笑顔と食事のぬくもりが何よりも心に染みた。俺は母親からの優しさをほとんど知らない。だからこそすみれさんのことを本当の母親のように思っていた。他の従業員たちもそうだろう。俺たちには帰る場所がある。そう思わせてくれたのは間違いなく宗一さんとすみれさんのおかげ。いつしかこの場所がかけがえのないものになっていった。それから15年が過ぎたある日、宗一さんが亡くなった。もともと持病持ちだったことも知っていたが、それでも突然の別れだった。すみれさんは社長が亡くなった今、売り上げも落ちていることから工場を継続させることを断念。本当は継ぎたいと申し出た人間はたくさんいた。それでも絶対に大丈夫と言い切れない営業利益。すみれさんは宗一さんが大切に思っていた子供たちに不安な将来を歩んでほしくなかったのだろう。突然仕事を失うことになった俺たち。再就職はほとんどが周りの工場や住み込みの仕事で決まった。それも万が一自分に何かあった時のためにと宗一さんが声をかけてくれていたかつての同業者だった。自分で最後まで従業員の面倒を見ようとしてくれていた宗一さんらしい。あなたはもうどうするか決めたの？火葬場で一人佇んでいた俺にすみれさんはそっと近づいて声をかけてきた。宗一さんが亡くなって一番辛いのはすみれさんのはずなのに、俺たちのことを気遣い気丈に振る舞っている。その優しさや気遣いに俺は切なさを感じていた。まだ具体的には、簡単にこの職場を離れることに抵抗があった。それはきっと他の従業員にとってもそうだろう。けれど思い入れが一番強かった俺は最後まで再就職先を決めかねていた。ここを辞めてしまえば宗一さんとのつながりがなくなってしまう気がして踏み出せなかったのだ。行きたいところがないならここに行ってみればいいわ。そう言ってすみれさんは俺に一枚の広告を差し出した。そこには社員募集の文字が並ぶ。よく見るとその会社は俺たちの工場で請け負っていた部品メーカーの本社。全く関わりがなかったわけではないが、学歴もない俺がちゃんとした会社に雇われることはあるのだろうか。疑問に思いながらもすみれさんの気持ちを無下にできず、俺はしぶしぶ面接を受けることにした。1週間後、慣れないスーツに身を包んで大きな会社を訪れた俺。嫌な予感は的中していた。面接が始まった途端、その面接官は半笑いで俺の方を見ている。へえ、横山さんの工場の。ニヤニヤと変な笑みを浮かべながら俺の履歴書を舐めるように見た面接官の木下さんはとても面接をしているような態度ではなかった。中卒、資格も普通免許のみ、30歳でこの経歴は。こらえきれないとでも言いたげに笑い声を上げる木下さん。もともと採用なんてされないだろうと諦めてはいたが、こんなにもバカにされるとは思ってもいなかった。昔の俺ならもうすでに頭に血が上って机をなぎ倒していたに違いない。けれど今はどんなに惨めな扱いをされても我慢ができる。それは宗一さんが時間をかけて俺たちに教えてくれていたことだから。特に質問もなければ終わります。時間がもったいない。というか、役に立たない工場勤務だった人間が本社に来るなよ。うっとうしい。黙って受け入れていた俺に罵声を浴びせると、木下さんはめんどくさそうに立ち上がり、部屋を出て行った。隣にいたもう一人の社員は少しあっけに取られているようだった。正直
こんな人間が課長でいられるこの会社も大したことはないのかもしれない。強制終了した面接。俺はひどい扱いを受けてもきちんと頭を下げて部屋を出た。ここで自分が相手にマイナスな印象を植え付ければ履歴書通りの人間だと思われて終わってしまう。人間らしく目に見えてわかる行動で相手に誠意を伝えろと教えてくれた宗一さん。俺たちのような人間にはそれが何より大切なのだと気づかせてくれた。きっとこの会社には縁がないだろう。それでも工場ではこの会社の仕事があったから俺たちはやってこれた。その感謝を代表して伝えるために俺は会社から出る間に顔を合わせたすべての人間に挨拶をしてから会社を去った。宗一さんの気持ちを少しでも伝えていきたかったからだ。それから数週間が経った。もちろん会社からの採用の電話はない。俺は未だに気持ちに踏ん切りがつかず日雇いの仕事で食いつないでいる。宗一さんがいなくなっても世界は回る。けれど俺の中で宗一さんは世界のほとんどを占めていた。本当の父親が酒で体を壊して亡くなったと聞いた時は一滴の涙も出なかったのに、宗一さんは俺の中で父親だった。すさんだ心では気づけなかった生きることの大切さやありがたみを教えてくれたのは宗一さんとすみれさん。二人が俺を人間にしてくれたのだ。だからこそ俺は生きて恩返しがしたい。立派に生きれば宗一さんは空で喜んでくれるのだろうか。そんなことを考えながら過ごしているうちに年末になった。街は色とりどりの電飾でライトアップされている。なんだかその景色が物悲しく感じた。いつもなら毎年宗一さんとすみれさんとみんなで鍋を囲み過ごした年の暮れ。今年は一人この小さなアパートで寂しく過ごすことになるのかと思うと勝手に涙が浮かんでくる。そんな俺のもとに一本の電話がかかってきた。相手はあの会社の社長。直々に電話をしてきたことに少し驚いたが、俺は呼び出された通りにとあるホテルへ向かった。ホテルの広い会場でどうやら忘年会が始まるらしい。なぜ自分が呼び出されたのか理解できないまま会場のドアを開いた。すると一斉に大きな拍手が鳴ると同時に社員たちが頭を下げている。状況が理解できないままポカンとしている俺のもとにすみれさんが近づいて微笑んだ。周りをよく見ればそこにはかつての従業員たちが集まっている。再会を喜び合うのもつかの間、俺のもとに一人の男性が歩み寄ってきた。いろいろとすまなかった。そう言って突然深々と頭を下げる。俺は慌てて頭を上げてほしいと頼み、まじまじと男性の顔を見つめた。この会社の代表、本村さんよ。すみれさんの耳打ちに思わず驚きで目を見開いた俺。俺を呼び出した張本人はそんな俺の肩に手を置いていった。宗一さんから君のことは聞いていた。真面目で一生懸命働いてくれる一番の息子だとね。宗一さんは他人に俺のことを息子と言っていた。その事実を知った途端心が震えていた。自分では制御できないほどの大きな感情が波になって押し寄せてくる。俺は無意識のうちに涙を流していた。面接では申し訳ないことをした。そうとも知らずに失礼な態度をしてしまい、担当した社員は君があんなにひどい扱いを受けていたのにきちんと挨拶をして出て行ったその姿を評価していたよ。振り返るとあの時最後まで残っていた面接官の一人がおずおずと頭を下げた。
本当は宗一さんから頼まれていたんだ。君のことを頼むと。本当はこの会社で一緒に働きたいと思っていたんだが、私は考え直したんだ。俺が面接を受けたことを知った本村さんは、不採用にした人事に話を聞くとともに、周りの社員たちが口々に俺のことを評価していたことを知ったらしい。不採用にした理由は、あくまで履歴書の内容であったこと、そして面接担当の木下さんの判断だったということ。それを知らされて、俺は苦笑いを浮かべた。少し離れたところでは、こっぴどく叱られたのか、肩をすくめる木下さんの姿。俺がそんな人間だと分かっていたら、と言い訳をしていたが、表面のことしか汲み取ろうとしない彼には、今後も人を見抜く力はないだろう。君はもう一度、あの工場をやり直したくはないか？その問いかけに、俺は耳を疑った。宗一さんに育てられた俺たちは、誰一人として、あの工場を好きで離れたわけじゃない。存続する方法があるなら、何でもしただろう。熱い俺たちの思いを受け止めて、本村さんは工場に出資することを決意。社長には俺がなるという条件付きだ。もちろん俺は二つ返事でその条件を承諾。宗一さんの残した工場は再びその息を吹き返したのだった。涙を流しながら喜び合う俺たち。みんな俺のもとでもう一度働きたいと意思を示してくれた。誰よりもすみれさんが泣いていた。夫のつないだものが残された人間たちの絆になる。彼の人望が俺たちをまた助けてくれたのだ。宗一さんに恥じない立派な男になります。誓いとともに俺はきつく本村さんと握手を交わす。新しく託されたたすきを今、俺は責任を持って握りしめた。それから1ヶ月後、工場は再稼働。従業員もほとんどが戻ってきて、問題なく仕事をこなせている。再稼働したことを喜び、かつて宗一さんに恩を感じていた同業者や取引会社のおかげで仕事の依頼も増えた。今までよりも忙しくなったことで嬉しい悲鳴を上げている。一方本社では大々的な企業改革を行っていた。履歴書の内容ではなく、熱意や真面目さに重点を置いた新人の採用、そして会社としての意識改革をしていく考えらしい。木下さんはあれから代表に人となりを見透かされて、今期の人事で降格することが確定したそうだ。新しい席には一緒に面接をしていたもう一人の社員が抜擢されていた。あの人とはその後も個人的に関わりを持っていた。今後も会社と工場のいい関係性を築く架け橋になってくれるだろう。宗一さんのように立派な人間になれるかはわからない。けれどなれるように精一杯努力はしたい。新しく採用する人間もかつての俺たちのような若者を優先的に雇っている。あの広い背中を見続けた俺たち、今も彼を思いながら教えられたことを胸に精一杯生きている。